立ち木の幹で佇むオオアリの一種。草オオアリのワーカーです。腹部の銀色の縞模様が美しい小型のオオアリで、樹上の枯れ枝等に営巣するため、主に森林内で姿を見ることができるアリです。7月から8月に結婚飛行が行われ、新女王採集のチャンスがありますが、これまでタイミングよく新女王を採集することができませんでした。そんな中、2022年10月、とある方よりご好意でこの年の夏に飛んだ草オオアリの新女王をお譲りいただくお話をいただきました。せっかくのご好意、この機会にこの草オオアリを我が家に迎え入れることにしました。この草オオアリの新女王がコロニーを立ち上げ、大きく成長していくまでの過程をどうぞごゆっくりお楽しみください。それではまず草オオアリの生態について確認をしておきましょう。草オオアリの生息地は本州、四国、九州、屋久島まで、国外では朝鮮半島にも生息地が広がっているようです。営巣形態は樹上営巣性、コロニー形態は女王が1匹のみの単子性。このため草オオアリが見られるのは主に草木が豊富な森林内となります。結婚飛行は7月から10月。実際の観察例では8月頃が主な飛行時期と感じますが、日本産アリ類図鑑には10月との記載があります。それではここからは我が家にやってきた草オオアリの成長の様子を見ていきましょう。2022年10月23日に我が家にやってきた草オオアリの新女王。8月に飛行した個体であったため、到着時点ですでに産卵と幼虫の孵化が済んでいました。冬の間に幼虫たちが少し減ったものの、女王は無事に越冬を乗り越えました。冬の終わりが近づいた2023年2月中旬頃から女王の腹部が大きくなってきました。その後、少量の産卵と越冬幼虫の成長が始まり、春に初ワーカーが誕生。しかし、初期コロニーのワーカー数は少なく、そのまま夏へと向かいます。この間、コロニー化に合わせて小型の木製巣を用意しました。日々の飼育管理としては、週に1、2回、蜜餌、飲み水、少量の肉餌を与えました。2023年8月14日、夏を迎えた草オオアリの初期コロニー。ワーカー数はわずか6匹。羽化を控えた繭や小さな幼虫たちの姿も確認できますが、コロニーの成長はとても遅く感じます。木製巣自体には馴染んでいるように見え、巣の出入り口を見張るワーカーが確認できるのは興味深い点です。その後、夏の終わりまでに繭化したものが羽化し、2023年の冬を迎えるまでにワーカー数は約20匹となりましたが、変化の少ない1年となりました。そして迎えた2024年、草オオアリのコロニーは大きな変化を見せることとなります。2024年3月8日、越冬を明けたコロニーの下では、すでに越冬幼虫の成長が再開されています。新たに産卵された卵、できたばかりの繭などが確認でき、その数も豊富で勢いを感じます。4月21日、1ヶ月半の間に越冬幼虫たちがワーカーへと羽化し、コロニーのボリュームはさらに大きくなりました。活動期を迎えてからの定期的な飼育管理としては、
引き続き蜜餌、飲み水、肉餌の供給です。ワーカー数はおよそ35匹。越冬明けの時点からは倍増に近い数字です。巣の出入り口から遠い左の部屋は主に女王の居場所となっており、さらには繭がたくさん集められています。中央の部屋には繭のほか小さな幼虫たちが集められています。一つ繭を張らずに裸用になっているさなぎが確認できるのも興味深いですね。出入り口に近い右の部屋にはやや大きく成長した幼虫や少量の繭が置かれています。巣部屋の使い分けが垣間見えるのもコロニーが大きくなってきたからこその状況ですね。10月6日、その後、成長のペースを上げながら一夏を超えた草終わりのコロニー。コロニー規模は約200匹。越冬明けからは約10倍の規模に急成長したことになります。数が増えたことにより、使用していた木製巣からもワーカーたちがついに溢れ始めてしまいました。このままではこれ以上の成長に対応できないため、ここでより大きな飼育巣への引っ越しを敢行することにしました。新しい飼育巣は餌場を兼ね備えた大きめのケースにマグネットを仕込んだ木製の巣部屋を取り付けた貼り付け式マグネット木製巣。この飼育巣のコンセプトや作り方については貼り付け式マグネット木製巣の動画をぜひご参考ください。引っ越しを行っていきましょう。まずはアリたちの脱走を防止するためにこのようなアリ返しを用意します。こちらのアリ返しのコンセプトについては簡単取り付け式アリ返しの動画をご参考ください。草終わりの飼育巣を解体して新しい飼育巣内に入れます。可能な限り元の巣は順次解体し、アリたちが新しい飼育巣に移動してくれることを促しましょう。10月7日、引っ越しは無事に完了しました。木製の巣部屋は3つ設置しましたが、まずは真ん中の巣部屋をメインの居場所と決めたようです。スペース的にもある程度余裕があるので、コロニーの今後の成長にも対応できそうです。解体した元の木製巣の巣部屋部分です。1年以上使っていたにもかかわらず、とても綺麗に使ってくれていますね。樹上種全般に言えることですが、土中種よりも飼育巣を綺麗に使ってくれるというのは嬉しい特徴です。11月8日、新しい飼育巣に引っ越しした草終わりたちは、より広くなったフィールドでのびのびと活動していました。本格的な冬が近づいていますが、蜜餌を中心にまだ餌への反応は良好です。コロニーは中央の木製パーツ内の巣部屋に収まりつつ、巣内を活動したり巣を出入りしたりするワーカーたちの動きも観察することができます。また新しい飼育巣に引っ越しをしたことで、草終わりの美しい姿がより鮮明に観察することができるようになりました。
3度目の冬。越冬態勢に入った草尾アリたちは、だいぶ活性が下がった状態になりました。初年度にはわずか20匹ほどの規模にしかならなかった草尾アリのコロニーでしたが、2年目には大きく成長が上向き、1年で10倍ほどの規模にまで急成長を見せてくれました。今後、さらに成長が加速することを予感させてくれるこのコロニーの管理を引き続き楽しんでいきたいと思っています。今回は以上で終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。